こんにちは、アレスチャンネルです。今回は、いい習慣が脳を変える。著者はトマベチ秀人さん。認知科学者でテレビなどでも活躍してますね。脳にとっていい習慣を身につけることができれば、人生を劇的に好転させることができるという内容です。早速見ていきましょう。習慣とは何か。身につけたい習慣はあるのですが、いつも三日坊主で終わってしまうという人は多いのではないでしょうか。さらに悪い習慣というのもあり、良くないと分かっていてもやめられない場合もあります。それは習慣が生活をしてきた場所や社会、文化によって培われてきた考え方などに無意識に支配されているからです。ここでそれらの問題の大前提を考慮しなくてはなりません。それは人間の習慣を決定づけているのは脳だということです。脳の働きを理解して、なぜ人間の習慣が生み出されるのかを知る必要があります。習慣には2つの側面があります。それはハビットとアティテュードです。日本語では両方とも習慣と訳されることが多いため混同されがちですが、ハビットは無意識の癖や行動を指し、具体的な行動が伴います。例えば、歯を磨く、顔を洗うといった日常的な行動です。これに対してアティテュードは物事に対する考え方や姿勢を意味し、より抽象的な性質を持ちます。人間の習慣は脳の働きによって決定づけられます。習慣を形成するプロセスは以下の通りです。まず、私たちにはブリーフシステムというものがあります。これは信念というようなものであり、出来事を判断する基準となります。ブリーフシステムに基づいて生まれるのがアティテュード。アティテュードに基づく行動が繰り返されることで形成されるのがハビット。具体的な習慣行動です。ブリーフシステムが変わらない限り、アティテュードも変わらず、結果としてハビットも変わらないという依存関係にあります。ハビットは繰り返すことによって強い習慣になっていきます。習慣というとハビットの部分を指すことが多いですが、実際はその元となるアティテュードが重要です。アティテュードに基づいてハビットを変えていくことは実は簡単です。口の中を清潔にするのはいいことだというアティテュードを持っている人であれば、健康のために口の中を清潔にするべきだというアティテュードも受け入れることができます。ですから、朝起きたら歯を磨くという正しいハビットを身につけます。アティテュードとハビットの関係を正確に理解すれば、ハビットは修正できるのです。しかし、アティテュードが変わるということは、その人の信念であるブリーフシステムが変わるということです。このブリーフシステムを変えることが一番難しいのです。なぜなら、このブリーフシステムは階層性を持っているからです。ブリーフシステムの中では、上の階層が下の階層を支配しています。上の階層が変化しない限り、下の階層も変化しません。階層は互いに依存関係にあり、階層の上下関係が正しくないと、脳の抽象的な思考を妨げます。つまり、抽象度の低い階層が上位にあると、抽象度の高い思考ができません。この抽象度の低い思考が、いわゆる煩悩です。自分の利益を優先する。多くの人はそういうブリーフシステムを持っていて、その煩悩がブリーフシステムの中で上位に位置しています。抽象度の高い選択をするには、その考えを変えていかなくてはならないのです。ブリーフシステムを変えていくことこそ、いい習慣で脳を変えるということなのです。人生の目標も、やはり抽象度の高い思考を身につけていくことで、本物の目標を見つけることができます。そのために、自分のブリーフシステムが抽象度の工程に沿った
上下の階層性を持っているかどうか、常に確認する必要があります。そこから生まれるアティテュードに基づくハビットを繰り返していくことが、いい習慣の獲得です。ブリーフシステムを変えるということが、習慣を変えることに直結します。ブリーフシステムを変えることが難しいことはお話しした通りですが、一瞬にしてブリーフシステムが変化し、アティテュードを変え、ハビットまで変えるということがあります。そのいい例が、健康についての人の行動です。例えば、普通のコーラを飲む人とダイエットコーラを飲む人の肥満の割合は変わらないという実験結果が出ています。ダイエットコーラは砂糖の代わりに人工甘味料を使っているわけですが、甘みを感じる点では変わりません。だからこそ、カロリーオフの人工甘味料の方が体にいいと思われるかもしれませんが、それは誤りです。人工甘味料を摂ると、砂糖を摂った時と同じように血糖値が上がるので、脂肪を蓄えやすい体に変わってしまいます。このような知識を得た途端、人は自分の食生活を一変させることがあるのです。つまり、知識を得るということが、ブリーフシステムを変え、アティテュードにも大きな影響を与えるのです。ブリーフシステム、つまり人間の信念の根本に働きかけることができれば、あっけなく他の階層まで変化するのです。しかし一方で、人生の目標というような話になると簡単ではありません。人生の目標は抽象度の高い思考から生まれますが、それがブリーフシステムの中で常に上位にあるとは限りません。依存性の観点から言えば、煩悩や生存本能が上位になって、その人のアティテュードを決めてしまっていることが多いのです。とにかくお金が欲しい、アルコールがやめられない、ギャンブル、異性依存症など、特定の行動に依存してしまうと、その習慣を変えるのは大変です。それは抽象度の低いことに目標が合致している状態で、なかなか抜け出しにくいのです。抽象度の低い目標というのは、これらの煩悩のことです。煩悩に縛られ、それをやらざるを得ない状態になってしまっています。人生の目標の抽象度が高ければ、そんなことにはなりません。次第に煩悩から離れていくようになります。では、抽象度の高い人生の目標設定を可能にするには、どうすればいいのでしょうか。それは、知識の獲得です。それも大量の知識です。大量の知識が思考の抽象度を押し上げ、ブリーフシステムの階層性を抽象度の工程に沿った形に整え、最終的にそれがハビットに影響していくのです。例えば、地球の環境を守りたいというとても抽象度が高い目標を持っている人がいたとします。でもその人が自分が儲かればいいという抽象度の低い煩悩を持っているとしたらどうなるでしょうか。普通そのような場合、ブリーフシステムの依存関係は抽象度の高い目標を煩悩が支配することが多いのです。抽象度の高い方が低い方を支配するという正しい依存関係に修正することがブリーフシステムを変え、いい習慣を作るのです。すぐには変わりませんが、まずこのような仕組みになっていることを理解するだけでも変化が起きるでしょう。あなたが変えたいと思っている習慣があるなら、それをやめようと思うのではなく、自分の人生の目標が何かを見極めることが大事です。習慣は自分で設計していかなくてはなりません。煩悩という抽象度の低い目標ではなく、より抽象度の高い目標を設定する必要があるのです。いい習慣を身につける方法。いい習慣は正しいゴール設定によって身につきます。しかし最初から何が正しいゴールなのかはわからないでしょう。まず、初めのゴールは適当でいいのです。
とりあえず、その目指すべきゴールは自分の現状の外にあるということを認識することが大事です。そして重要なのは、ゴールを更新していくことです。常に今考えている自分のゴールは本当に自分のゴールなのかと問い直していく必要があります。次に、ゴールを達成するために必要なのは何かを考えることです。それがアサンプション、推定です。そしてアサンプションも常に更新していきます。これをアサンプションアップデートと言います。考えるべきゴールは未来のことであって確定的な話ではないので、これという決まりはありません。だからアサンプションで自分が推定するゴール達成のための方法を考える。ゴールを達成するのに必要なことが更新されていくと、行動の優先順位が変わっていきます。アサンプションをするのは自分を取り巻く状況についてです。例えば、消防士のアサンプションは、火事の報告を受けて現場に行く際、現場の状況を常に更新しながら考える。第一報が入ったとき、現場が民家か工場かなどとアサンプションする。そしてそれがわかると、建物の周囲の状況などをアサンプションしていく。このようにアサンプションしていくと、それはだんだん推定ではなく事実に変わっていきます。アサンプションアップデートを上手に行うには、日々実際にやってみることです。知らない街に行ってみるのもいいトレーニングでしょう。出発する前に、あそこの駅に降りたらタクシーはこうやって拾えばいいと予測する。行ってみたらタクシー乗り場はないかもしれない。自分が予測したことを現場を見てアサンプションアップデートをしながら現実に合わせていくのです。多くの人は予測をしていないですし、それどころか現実さえ見ていない人もいます。常に予測をし、現実を見て更新をするというルーティンを無意識で行うことができるように練習していきましょう。これを続けていけば、アサンプション、推定が当たる確率がどんどん増えていきます。これは思考の抽象度を高める訓練になります。脳を変えるいい習慣。思考の抽象度を上げ、あなたの脳、つまりブリーフシステムを変え、自分のゴールの抽象度を高めていくには大量の知識が必要です。そして大量の知識を獲得するために一番適しているのは読書です。読書をすると目から入った情報を処理する脳の部位である視覚野が働きます。この視覚野が捉えた情報は脳の他の部位も使って処理され、私たちの認識を構成するのです。視覚で捉えた情報は脳全体を動かすことにつながるのです。人の話を聞いても知識を得ることはできますが、読書は自分のタイミングで行うことができるので、継続した知識の習得に向いています。また、読書には IQ を高める効果があります。今まで知らなかった知識を獲得し、それがすでに獲得している知識とつながることで、今まで自分の認識の外にあった事柄についても考えることができるようになるのです。読むべき本の量は個人のゴールによっても異なりますが、私は1ヶ月100冊以上の本を読むことを勧めています。いきなり100冊は難しいと思いますが、できるだけたくさんの本を読むように心がけてください。また、どのような内容の本を選ぶべきか迷うかもしれませんが、大事なのは内容によって読む本を選んではいけないということです。大量の知識を獲得するために行うのですから、興味のあるジャンルの本ばかり選んでいると、知らない世界についての知識の獲得の妨げになります。おすすめしたいのは、書店の売上ランキングトップ100に入っている本をすべて読んでみることです。ランキングを見ていけば、自分が全く興味のないジャンルの本もたくさんあると思います。
それを片っ端から読んでいくことで、今までの自分では手に入らなかったであろう知識が獲得できます。内容がつまらないと感じたり、自分の考えに合わないと思っても、とりあえず読み進めることが大事です。また、知識を獲得するという意味で、小説は除外してください。ここで、良い習慣を身につけるステップをまとめてみましょう。ゴール設定をします。まず、自分の現状の外にあるゴールを設定し、そのゴールを更新し続けることが重要です。現状に満足せず、常に高い目標を持つことが良い習慣の形成につながります。そして、ゴール達成に必要な過程を立て、それを常に更新します。これがアサンプションアップデートです。現実を見ながら、その予測を修正していくことが大切です。また、抽象度の高い思考を身につけるためには、大量の知識が必要です。そのために最も効率的な方法は読書。読書を通じて多くの情報を得ることで、ブリーフシステムの階層性を抽象度の高いものが低いものを支配する形に整えることができるということです。最後に大事なことですが、お金をゴールにしてはいけません。お金は大切なものですが、お金をたくさん稼ぐ、たくさん貯めるというゴールは抽象度が低く、あなたの思考が単純化してしまいます。これはアルコール依存やギャンブル依存と同じようにレベルの低いゴール、煩悩です。お金持ちになることをゴールにしている人は、溢れる情報に支配され、自分の頭で考えることができなくなっているのです。試しに、1万円札を破いている自分を想像できるでしょうか。多くの人はイメージすらできないのではないでしょうか。それほどお金そのものに価値があるという洗脳は強いのです。お金は道具です。自分の人生の本当の価値を自分の頭で考えるのです。